ねえメカ、覚えてる？ 2 年前 AGI は多分来年来るって世界一の大富豪が断言してたの。もう2026年の夏だけど来てなくない。来ていない。 AGI は人間並みに何でもこなせる AI のことだけど、2024年4月のイーロン・マスクさんのおそらく来年という予言は外れた。でも面白いのはここからで、ひっそり当たっていた予言もあるんだ。じゃあ今言われてる AGI は2027年とか仕事が半分なくなるとかも見分けられるのかな。それが今日のテーマだ。2年前の有名な予言を順番に答え合わせして、当たる予言と外れる予言のパターンを見つける。そのパターンで今話題の未来予測まで読み直すよ。最後まで見れば AI の予言ニュースに振り回されない読み方が身につくんだね。よし、答え合わせスタート。まずは外れた組から。まずマスクさんから。2024年4月、最も賢い人間より賢い AI はおそらく来年と予言した。結果、2025年が終わっても AGI は来なかった。すると今年の1月、今度は AGI は2026年、これは予言じゃなくて計算だと言い直したんだ。2年連続で今度こそ来年って言ってるんだ。次はチャット GPT を作った会社のトップ、アルトマンさん。去年の1月、2025年には人に代わって作業まで進める AI エージェントが働き始めると予言した。方向は合ってた。でも今年の海外の業界調査では AI エージェントを本番の仕事で使えている企業はおよそ3割にとどまっている。ゼロじゃないけど働き方が変わったって感じでもないもんね。3人目は元オープン AI のアッシェンブレナーさん。2024年6月、 AGI は2027年という有名なレポートを出して予測通りにかける AI 投資ファンドまで作った。ところが7月の末、そのファンドが資産を大きく減らして投げ売り状態だと報じられた。予言に本気でかけた本人が時期のズレに転んだんだ。予言した本人でも時期は当てられないんだ。ねえ、当たった予言はどこにあるの？当たった組もあるの？それがチャット GPT が出る前の話なんだ。元オープン AI の研究者のことたいろさんが2021年に2026年はこうなるという予測を書いていた。去年専門メディアが中身を検証したら半分以上が当たっていた。考えてから答える AI が主流になることまで5年前に言い当てていたんだ。5年前にそこまで当たるんだ。外れた予言と何が違うの？検証で分かった線引きはこうだ。当たったのは技術がどう進むか、外れたのは社会がいつ変わるか。この線引きは AI 全体でも繰り返されてる。画面の中で完結する AI は予測より早く進む。チャット GPT は公開から2ヶ月で1億人に使われて当時の世界最速記録を作った。逆に車やロボットみたいに体を持つ AI は予測よりずっと遅い。2020年までに完全自動運転という予言は業界揃って外した。仕事がなくなる系の予言はどうなの？あれが一番気になるんだけど。そこは中間の答えが出てる。アメリカ全体の失業率にはまだはっきりした変化がない。ただスタンフォード大学などの実測では AI の影響を受けやすい仕事に就いた若手に限って雇用が1割気を減り始めている。予言ほど劇的じゃない。でも方向はもう動き出してるんだ。外れてるんじゃなくて遅れて当たってきてるんだね。でもなんでみんな時期だけ外しちゃうの？時期を外すわけを教えて。理由は大きく2つある。1つ目は予言しているのがほぼ当事者だということ。 AI 企業のトップや投資家は期待が集まるほどお金も人も集まるから時期はどうしても前のめりになる。なるほど、ポジショントークが混ざっちゃうんだ。2つ目は進歩が早すぎてプロの予測ごと動いていること。世界中の AI 研究者数千人へのアンケートでは人間並みの AI が5割の確率でできる年が2022年、2060年頃、それが翌年には2047年頃へ一気に13年も手前に動いた。予言が外れるっていうより進歩に予言が追いつかないんだ。
おまけにこんな古い法則もある。預言者は世界が変わる日を自分がまだ元気なうちに起きたがる。願望が時期を引っ張るんだね。人間臭い理由もあるんだ。じゃあ割り引き方を教えてよ。いよいよ読み方だね。今日の答え合わせをまとめると AI 予測の読み方は3箇条になる。1つ、いつは割り引いて聞く。2つ、何ができるようになるかは本気で聞く。3つ、予言同士の重なりだけを取る。その3箇条で今話題の AGI は2027年とかに1030年って予言はどう読むの？まず時期は点じゃなく幅で持つ。実は予言してる本人たちももう動いててね。当たった組のことたいろさんは最近は AGI は2027年頃と見てたけど思ったより遅いと言って見立ての中心をに1030年頃に動かした。当てた本人が自分で予言を直してるんだ。身長で有名な Google のハサビスさんの目安も2030年前後1年。2人の見立てが重なるのは2029年からに1031年のあたり。ただし先に来るのは方向の方。画面の中の仕事からもう実測に出始めてる。時期は幅、方向は本気。じゃあ私たちは何から始めればいいの？持ち帰りはこれだ。 AI 予測のニュースを見たらいつは聞き流して何ができるようになるかに線を引く。そして今日自分の仕事の中で AI に任せられそうな作業を一つ書き出して実際に今の AI にやらせてみる。予測が当たる方向を自分の手で確かめるのが一番の準備だ。まとめよう。 AI の未来予測はいつは外れがちだけど何が起きるかは当たり続けている。だから時期を割り引いて方向だけ受け取る。それが答え合わせの結論だ。予言って当たるか外れるかだけで見てたけど読み方があるんだね。私もこれからはいつよりも何ができるようになるかに注目してみる。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録でまた一緒に賢くなろうね。メリノちゃんでした。